はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。こちらでございます。アイバニーズのアナログ事例ですね。前にこの動画でですね、チューブスクリーマーですね、TS ミニを紹介しました。これと同じ設計の色違いの筐体でですね、こっちがエンジのアナログ事例。で、こっちが緑の TS ミニですね。これオーバードライブですね。TS 八百屋と同じような色だったりデザインの緑です。前こっちを紹介したんですけど、今回はこっちですね。同じめちゃくちゃちっちゃい筐体でアナログ事例がありますので、こちらを見ていきたいと思います。という感じでね、どんなことがするのか見ていってみましょう。僕の動画ではね、こんな感じですね。エフェクターの紹介やエフェクターボードの紹介なんかもね、やってますので、ぜひね、このタイミングでチャンネル登録していただいて、続きも見ていただけるととっても嬉しいです。ということで、行ってみましょう。はい、というわけですね、早速音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 にこの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプをつないで、そのアンプのラインアウトから収録しております。バイパスの音はこんな感じです。こんな感じです。では早速ですね、オンしていきたいと思います。でまずは全部12時の状態で鳴らしてみます。こんな感じです。返ってくる音が解像度のちょっと荒い劣化した音といいますか、アナログディレイならではのですね、高い音が返ってくる印象です。非常に好印象ですね。とってもいい感じです。僕これすごく好きですよ。めっちゃいい感じです。このアナログディレイ AD ミニという名前なんですけど、1980年代前半に出たですね、アイバニーズの AD9 ですね。で AD9 っていう、アイバニーズの普通のサイズのエフェクターありますよね。のこの色のアナログディレイですね。で AD9 のサウンドを目指したエフェクターです。このサイズでアナログっていうのはいいですよね。スペック的にはですね、このサイズで、フルアナログ回路の構成で、トゥルーバイパスになっていますので、通したことによる音質劣化は非常に少ないという感じですね。で、ディレイタイムの可変幅が20ミリセカンドから600ミリセカンドのディレイですね。では、はい、ここにリピートってありますね。ここを回していくと、まずオフにしましょう。0の状態ですね。で、鳴らしてみると、こんな感じで返ってくる音数が少なくなりますね。今、1音だけ返ってきます。1音だけ返ってくるような状態です。ここを上げていくと返ってくる回数が多くなって、下げていくと跳ね返ってくる回数が減る。でこれをちょっと見えないんですけど、マックスにします。マックスにしました。こうすると、こうやって、発信する音が終わらないような状態ですね、になります。ここは上げすぎちょっと注意ですね。ただ、しっかりね、今の聞いてると、このやっぱアナログディレイならではのですね、この発信っていうのがちゃんと使えそうだなっていうところで面白そうですね。今、12時ぐらいですね。はい、返ってくる音がね、ちょっと音質が劣化していって、音程が狂ってくるようなアナログならではの印象があります。こんな感じです。で、じゃあ次ですね、ブレンド。これをじゃあ0にすると、はい、音が遅れないですね。ちょっと上げると、でこのブレンドっていうのはエフェクトディレイの音量調整ですね。ですので、これを回すと、回し切ると、返ってくる音をですね、跳ね返ってくるディレイ音のボリュームが上がります。でこれを0にすると返ってこないと。でこれをちょっとだけ9時ぐらいにするとちょっと聞こえるかなっていうぐらいで、これを今10時ぐらいにします。
結構しっかりかかってくれますよね。このブレンドも音作りにね、すごく重要かなと思います。そして、こちらディレイタイムですね。このディレイタイムは、12時の状態だったら、こんな感じ。で、これをじゃあ上げていきましょう。マックスにすると、ディレイタイムですね。ディレイのテンポの調整です。マックスにすると間隔が大きくなりましたね。返ってくる音の間隔が大きくなりました。では、これを短く、一番ミニマム0にすると、ショートディレイになりましたね。この非常に音の粒が非常に近いところにあって、重なって聞こえているような状態です。こんな感じです。で、これを9時ぐらいにすると、これを調整して、音の間隔ですね、を調整していく感じですね。めちゃくちゃいい音ですよね。僕このやっぱアナログディレイの音って好きで、返ってくる音がだんだんザラザラしてきたり、ちょっとね、テープエコーとかもそうだと思うんですけど、ちょっとピッチがね、ちょっと崩れてくるみたいな、独特のね、この味わいがとっても好きです。めちゃくちゃ気持ちいいです。でこれをちょっと薄掛けにして、ボリュームはちょっと小さめにしてですね、ビートも少なくして、ほんの味付けにかけて、コード弾きとかアルペジオとかとってもいいんじゃないかなと思います。とっても気持ちいいですね。はい。とっても気持ちいいです。ではね、前段に歪みペダルを置いて、歪ませた音っていうのもやってみたいと思います。はい。ではですね、前段に我らが SG1 ですね。これ SG1W ですけど、これを置いて、歪みをかました音っていうのを見ていきたいと思います。歪みの音はこんな感じです。これ全部とりあえず、カスタムモードにして12時ぐらいにしましょうか。よいしょ。こんな感じですね。で、これにディレイを入れて、ちょっとかかりすぎてる気がするので、ちょっと控えめにしますね。こんな感じで。歪みを上げてトーンちょっと絞ってですね、フロントで弾いたような音とかはとっても合いますよね。個人的にはね、とっても好きなペダルです。とてもね、扱いやすいし、アナログならではのですね、独特の温かみっていうのがね、しっかり、このミニでもね、再現されてるかなと思いますので、ぜひね、試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。めっちゃいいですよね。これも僕すごく好きです。この DS ミニ、こっちの時も好きって言ったんですけど、これもね、とっても好きです。僕アナログディレイ結構好きで、前ね、この動画なんかでボスのアナログディレイですね、紹介したんですけども、あれもすごくいい音で好きでした。だけども、こっちもね、とってもいいですね。アナログディレイのちょっとぼやけた感じといいますか、輪郭がはっきりしすぎない感じですね。とても温かいディレイサウンドが得られたと思います。ちょっとだけアナログディレイの音が欲しいけど、あんまりエフェクターボードのスペース取りたくないよって方はですね、これとってもいいんじゃないかなと思います。このサイズですからね。一応サイズ比較をやっておくと、こちらこの動画で紹介したコーラスアンサンブルですね。CE5 っていうエフェクターですけど、これと全く同じところに並べて、このぐらいのサイズ感ですね。こんな感じでね、明らかにサイズの差があるので、とってもね、この小ささっていうのはアドバンテージだと思います。実際音もこのちっちゃいながらもかなりしっかりしてて、このリピートレートとブレンドとディレイタイムですね。この3つのつまみを駆使していい音が作れるし、とても使いやすいエフェクターなんじゃないかなと思いました。初めてディレイ買おうという人で、もしね、あんまり大きなものじゃない方がいいって方はですね、試しに
ちっちゃいの買ってみてもいいんじゃないかなと思います。商品のリンクはですね、この動画の概要欄に貼っておりますので、ぜひね、そちらからご覧いただいて、詳細チェックしてみてください。という感じでですね、僕の動画ではですね、こうやってアイバニーズのエフェクターの話や、あとはボスのコンパクトエフェクターの話だったり、他のですね、いろんなエフェクターの話だったり、あとはバンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やってますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日はアイバニーズの超ちっちゃいアナログディレイの紹介でした。本日もありがとうございました。ゆきでした。